水がすごく溜まったらここにどっこりしたの、ちょっとあれは不安でした。はい、ということで今回はですね、男性の腰の脂肪吸引を紹介していこうと思います。男性の脂肪吸引は女性と違って少し脂肪吸引の仕方も変えていて、あと麻酔の仕方も少し変えています。なのでそこら辺も含めて、しっかりと今回は解説をしていきます。それでは早速見ながら解説していきます。まずはマーキングですね。マーキングはいつも通り、どこをしっかり取りたいか、どういった体になりたいかっていうのを確認しながら行っています。解剖学的に大事なのが、腰は脊柱起立筋があって、その横にしっかりと筋肉もあるので、そういったところも確認しながら行っています。また、体を傾けてもらったりして、どこに脂肪が乗っかってくるかっていうのも確認しながら行っています。今回の方だと、ウエストラインしっかり出したいっていうのと、あとはお腹ですね。お腹もたるみが気になるっていうことで、もう本当にウエストライン全周でお腹と腰しっかりやっていきます。一般的に腰だけ脂肪筋やるよりもお腹もしっかり取ってあげた方が綺麗には見せれることができるので、お腹と腰をセットでやるっていうのは一つおすすめですね。いつものように解剖学的に大事なラインは黒で書いて、しっかりと取るところは青、グラデーションをつけて取るところは紫という風に僕は考えてやっています。やっぱり脂肪筋は何でも取ればいいっていうものじゃなくて、解剖学的に大事なところはしっかり取って残すところは残す。この考え方がどの部位でも大事です。例えばお尻の部位などをしっかりと取りすぎたりすると、本当にお尻っていうのはほとんど脂肪なのでかなり角張った形になったりするので、やっぱりお尻の部位はなだらかに取る。腰の部分、そのウエストのところも横に出ているところもしっかり取ってキュッとしてあげる。こういった取るところと取らないところをしっかり区別して行ってマーキングをするというのは非常に大事な考えになってきます。最後にどこを取りたいかっていうのを一緒に確認してマーキングは終わりになりますね。次に麻酔に移っていきます。この今投与しようとしているのが白い液体のプロポフォールというものですね。これを投与することによってゲストの方は寝てもらいます。一般的に手術で使われるのはこのプロポフォールというものです。今回男性でもう一つ投与しているのがこのロクロニウムという筋弛緩薬ですね。これを投与することによって筋肉の収縮がなくなります。これを投与するメリットとしては本当に筋肉の収縮がなくなって呼吸ができなくなります。つまり自分で呼吸することができなくなりますね。これなんでやってるかっていうと、今回は全身麻酔、つまりこの管を使って相関して呼吸を管理しながら手術をします。一般的に全身麻酔をする圧倒的なメリットとしては、一番この呼吸ですね。気道と呼吸を確保していつでも呼吸を保っている状態で、かつ循環もこちらで管理できます。こうすることによって侵襲性があるオペでは安全に手術を行うことができます。男性の場合は手術は全身麻酔で行うことが多いですね。もう今手術に入っていっているんですが、今見てもらっても分かる通り、これ今針で糸で通してポートというものを作っています。この時やっぱり痛み刺激なので、普通の全身麻酔ではなく静脈麻酔の時は痛がって動くことが多いんですけど、今見てもらっても分かる通りピクリとも動きませんよね。これが全身麻酔でやるメリットのもう一つの特徴です。呼吸をしっかりと安定して確保できるプラス、この動かないっていうのは非常に大事になってきます。男性や BMI が高い人の場合、脂肪吸引の時に静脈麻酔だけだと動くことがあります。その場合、例えばカニューレ操作で体の中にカニューレが入っている状態で動かれたりするととても危ない場合があります。なので男性やあと BMI が高い人などは全身麻酔で管理して手術を行う場合が多いですね。その方が一般的に安全です。また欧米などでは脂肪吸引かなり全身麻酔で行われることが多いので、今後どんどんスタンダードになってくると思います。こうすることによって事故を未然に防ぐことが可能になりますね。このポートをつけた後に使うのが締め剪定液という麻酔液ですね。これをしっかりと巻いていきます。青い部分をメインに巻いているのがこの動画でもわかるかなと思いますね。青い部分はしっかり取るところなので締め剪定液の量を多めに巻いています。で、紫のところは青いところより少し少なめに巻いてます。こうやって解剖学的にマーキングしたところに沿って麻酔も巻いていってますね。腰の脂肪吸引っていうのは結構簡単にできてしまうものなんですけど、解剖学的に大事なところなので、取るところは取る、取らないところはあえてちょっと残すっていうのは非常に大事な概念になってきます。解剖学をしっかりと熟知したドクターの下で行うのが一つ大事かなとは思いますね。この中目線と液をしっかりと巻いておくことによって脂肪吸引の結果がかなり変わってきますね。一般的に巻く締め剪定液の量としては片側で700から1000ぐらい巻くことが一般的です。今回の方は男性なので確か締め剪定液の量は 1000cc ぐらい巻いているはずです。片側なので合計 2000cc ぐらいですね。しっかり巻いて僕は行っていますね。
次にこの黒い機械なのがベイザーという超音波の熱によって脂肪細胞を柔らかくするものですね。ベイザーっていうのは一般的に先ほど言ったように超音波の熱によって脂肪細胞を柔らかくしてドロドロの状態にすることによってなるべく硬い脂肪を柔らかくしてゼリー状にすることによって吸引のムラやポコつきなどを減らすというものです。腰の脂肪吸引はかなり有用なもので、腰の脂肪吸引っていうのは一般的に他の部位よりも脂肪細胞が繊維質で硬いものが多いです。なので肩と腰に関してはかなりベイザーが役に立つのではないかなと思いますね。なのでしっかりとこの青い部分、取りたいところを念入りにベイザーをかけて行っています。そうすることによって取りムラも少なくなってしっかりと吸引することが可能になってきます。ベイザーが終わったら脂肪吸引に移っていきます。本当に先ほど言ったようにしっかり取りたい青の部分から吸引を開始していきます。これ今使っているカニューレが 4.6mm という一番太いカニューレで行っています。脂肪吸引で大事なものとしてやはり器具をどのようにどの部位でどの器具で使うかっていうのは非常に大事になってきます。この方の場合はしっかりとボリュームがある腰の方でしっかりと取っていい方なので 4.6mm というかなり太いカニューレを使って吸引していっています。一般的に顔などで使われるカニューレは 2mm か 3mm のものが多いです。例えばこの 4.6mm のもので顔の脂肪吸引などをするとかなり危険なのですが、逆に体など大きい部位に関してはこの 4.6 でしっかり取ってあげるっていうのはかなり大事になってきます。例えばこの腰の脂肪吸引を 2mm で行うとおそらく細すぎてボコボコになってしまうことのリスクの方が高くなります。なのでしっかりと大きいカニューレを使って均一に取る、これが本当に大事になってきますね。なので本当に部位によってカニューレの太さを変えていっています。僕の場合腰やお腹、男性などでしっかり取れる場合は 4.6 を使って、二の腕などは 3.7 のもの、顔などは 2mm、3mm のものなどを使い分けてやっています。あと今回の場合は2つ穴を開けているのがわかるかと思います。なので別方向からも吸引してあげることによってこっちから例えば腰の下の側からこう吸ってあげるのと上の方から吸ってあげることによってクロスさせることによって取りムラをなくしてなるべく面で脂肪を全体的に吸うことが可能になってきます。なので1箇所で吸うことも全然できるんですが、より綺麗なフォルムにするために2箇所から吸引していっています。以上が施術風景になります。ではビフォーアフターを紹介していきます。まずビフォーですね。外側にやや張り出している腰の部分のお肉が気になりますね。これを今から消していきます。1週間ではかなりスッキリしていますよね。内出血は目立ちます。1ヶ月です。かなりスッキリしました。ウエストのラインが引き締まって筋肉質なのがかなり分かりますね。綺麗です。ビフォーとアフターを比べてもかなり変化率が分かるかなと思います。ではここからは術後1ヶ月のインタビュー動画を見ていきます。ちょっとダウンタイムの経過だけ聞きたかったんですけど、はい、どうでした？痛かったですね。めちゃめちゃ想像より痛かったですか？ただ分かんないです。今後の参考になるか分かんないですけど、個人的にはぎっくり腰にしんどかったです。あ、本当ですか？ぎっくり腰の方が動けない。ああ。これは痛いながらも動ける。あ、なるほどなるほど。ただそのベッドに寝るときと起き上がるときはめちゃくちゃ。あ、そうですよね。起き上がる瞬間は多分ずっと同じ体勢で寝てる。はいはい。そういうたまったのかな。朝起き上がる瞬間はめちゃくちゃ痛かったんですけど、普段の日常生活においてはそんなに。あ、本当ですか？痛いなぁ。お腹と腰どっちが痛かったですか？お腹ですかね。特にこの辺は一番痛かったですね。そうですね。はい。もっとすっきりして筋肉の腹直筋あるじゃないですか。はい。これもっと出てくるので。はいはい。楽しみです。今が一番硬いので。そうです。とバキバキに。はい。他なんか不安なこととかありました？水がすごく溜まった。これ動画でちょっと1年ぐらいごっこりきたので、ちょっとあれは不安でした。溜まるとはやっぱり調べて出てくるんですけど、これ溜まりすぎではないかなと思いぐらい溜まったんですけど、やっぱ調べれば調べるとフードが取った脂肪が大きいの大きいほど、フードが大きいの溜まりすぎてたりだったんで、まあ私の以前のお腹だったらしょうがないのかなということで、納得はしてますし。調べて出てくるんですね。かなり痛くて、はい、水もすごかったんですけど、そうですね。もう今多分吸収されてると思うんですよ。やばいです。ちょっとなんか最近この辺とか痛い。痛い。ちょっと多分まだ痛いと思うんですよ。ここから取ってるので、で拘縮が出たところらへんが痛いとは思うんです。そうなんですね。ですね。あとやっぱり
筋トレ中と、はい、お風呂前に30分使えるようにしてるんですけど、血行が良くなるとやっぱり陣地します。ああ、します。はい。今は全然痛くないんですけど。なんか硬い感じ辛くないですか、姿勢とか。そんなことないですか。まあ普段もずっとコルセット巻いてるんです。よく先生になりながら。なのでそもそもそう姿勢をこう変えれないのであんまり実感はないですが、取ってってできるようになってやっぱりちょっと引っ張られる感じがあります。はい、もっとスリムになって、ぜひトレーニング頑張ります。お願いします。はい、ということで今回は男性の腰の脂肪筋のマーキングから施術風景、ビフォーアフター、インタビュー動画を紹介しました。この方、術後1ヶ月なので、まだ拘縮はかなり残っているんですが、ここから拘縮も取れて、よりスッキリとした筋肉質なラインが浮き出てきます。なので、今後の経過も YouTube で投稿していきたいと思いますね。今後も脂肪吸引、また包協に関して、ボディやフェイスラインの整える施術に関する情報を投稿していくので、よかったらチャンネル登録といいねよろしくお願いします。それでは。